まさかどうなんで、いやこれもあ、違う、間違えた、×です、×。絶対違います。トラフグちゃんやクサフグちゃんが持つテトロドトキシンには絶対に勝てません。ハコフグちゃんと一心同体ですので、時々毒吐いたりはするんですけど、単なる毒です。はい。これは発見者、違います。私全然まだ新種の魚とかまだ全然発見したことないんで、すいません。ただ、2010年に絶滅したと思われていた、サケ科のクニマスというお魚が生きていたということがですね、分かったことがですね、すごく大きな、喜びというんでしょうか、大きなニュースにもなりまして、そのチームの中の一員として参加させていただきました。はい。スペード水着にバショウカジキちゃんをモデルにしたらどうかと私が申してるわけないでしょうがでございますよ。それはまさかでございますね。ちなみにバショウカジキがかつて図鑑ではですね、魚類中最速スピードを誇るってですね、よく紹介はされていたんですけど、その後の研究では普段泳いでるスピードっていうのは本当にゆったりで、いざっていう時にはかなりすごいスピードを出すということは知られているんですけど、実はお魚の中ではそれほど速くないということも分かってそうなんですね。歩くぐらいのスピードなんですね。いざっていう時にはピョンと瞬発力はあると思うんですけど、普段はゆったりなんですね。多分水着に活用できないんじゃないかなと。はい。ギャギャギャ。水の抵抗がない感じで言うとナマズ。でもナマズちゃんでもスルスル滑って履けないですよね。まず何の鱗がとにかく早く泳いで水の抵抗がないお魚と考えると、タチウオちゃんだともう触った瞬間に全部銀になっちゃいますし、イワシちゃんだと全部鱗剥がれちゃいますし、とにかく皮膚が丈夫で水の抵抗がかからずビュンビュン泳げるって言うと、やっぱクロマグロちゃんとかずっと泳ぎ続けるお魚ですかね。とにかく瞬発力よりは持続力のことを考えますと、マイボスリンといって鱗がもう皮膚に生まれてるようなマグロちゃんのような鱗が適してんじゃないかなと思います。あの時ですねって違いますよ。パウル君は私も会いたかったんですけど会えなかったですね。偉大な予言をされたタコちゃん、世界的に有名なパウル君と私はもうパウル様とですね崇ませていただきたい気持ちなんですけど、実はですねパウル君は学術的に言うとオクトパスブルガリスという、いわゆるマダコですね。マダコのことなんですけど、通常寿命1年って言われてるんですね。しかしパウル君は3年生きるっていうすごいことだと思うんですね。もちろんパウル君は私が寄贈させていただいたわけでは全くございません。しかしですね、両者がいただいて我がフィッシュハウスで、ケアして元気になったイシガケフグちゃんや繁殖した、スポットフィンジョーフィッシュなど、そういったお魚を、日本の各地の水族館さんに寄贈させていただくことは続けております。そんなバカな、もうオファーいただいたら喜んで出させてください。サザエさん出たい。サザエさん呼んでください。サザエさん大好きなんで、もうはい第一はすごいです。すごいはちゃめちゃで面白いんですよね。こんな展開だったのっていう、もう笑いが止まんないぐらいのすごいですね。ギャギャギャ。ヤッターマンさんですね。さかなクン役として本人役で出させていただきました。あと映画「ドラえもんのび太の人魚大回戦」の中で、サッカーナというですね、本当に私の顔そっくりなですね研究者役で出させていただきました。もうだけどですね、アフレコっていうんですか、タイミングが全然分かんなくて、剣道小林様に「佐賀君いい加減覚えてたらですね、優しいお叱りをいただきました。映画「ファインディングドリー」セリフは一言。へえ、そりゃすごいね。これは丸です。私が中学3年生の時に、吹奏楽部で顧問の先生が理科の授業の先生でもあったんですけど、その鈴木先生から呼び出しをいただきまして、ものすごくブルーな感じで職員室を訪ねまして「失礼します。
鈴木先生、どういったことでしょうかって、学校にカブトガニが来たんだよと。今日生きた化石と呼ばれるカブトガニちゃんですかとですね、こんな大きな長さ60センチぐらいのでっかいカブトガニちゃんがいたんですね。おお、すギョいと。そのカブトガニちゃんは私たちが3年生の時の当時1年生の、男の子のおじいちゃんが、九州の沖で漁師さんをされてて、その網に時々カブトガニちゃんが入るということで、学校の教材として使いなさいということで送られてきたんですね。水槽に入れて、1匹あたり50センチから60センチありますので、横幅120センチの水槽でちょっと歩くとギョンと当たっちゃうんですね。これじゃちょっと身動きもなかなか取れない、ちょっと狭いということですね。朝練習の時には「カブちゃんお散歩だ!」ってですね、理科室 B の床を散歩させて、放課後練習の時もまたごめんねってまたお散歩させて、それを繰り返したんですね。そしたらある日の夏、水槽一面になんだこれ、黄色いつぶつぶが転がってる。誰か学校給食のトウモロコシの残り入れたんだなって。で網ですくったんですね。待てよ、トウモロコシにしてはまん丸だなってですね、これはきっとトウモロコシではない BB 弾だと思ったんですね。で当時エアガンって流行ってたんですね。で BB 弾回収ってやったんですね。そしたら少しプニプニしてる。吉野君、長沼君、ここ理科室 B だからあれだよね、顕微鏡あるね。顕微鏡あるよまーちゃんってちょっと覗いてみようとですね、うわーっと動いてる。細胞だ。これは生き物だ。タメ語ということでやっと気づいてですね、当時油壺マリンパークさんや江ノ島水族館さんやいろんな水族館さんにも電話してアドバイスをいただいたりですね、試みたところ、だんだん黄色い卵がですね膨らんでくるんですね。これぐらいだったの、これぐらいだったの、これぐらいって、なんでと思ってびっくりしたんですけど、なんとですね、カブトガニちゃんの卵っていうのは脱皮していくんですね。また一から向けるとちょっと大きくなって、だんだん黄色が、乳白色っぽくなって、だんだん島に透き通って中で幼生が動いてるのが見えるんですよ。これが三葉虫型幼生っていうんだ。まさに化石の三葉虫そっくりだ。なるほどってですね。である時ずっと見てたらですね、卵がふわふわしてるんですよ。あれ、卵がふわふわしてる。これはいけん。エアレーションの泡がちょっと強かったかなとですね、エアレーションの泡の量をちょっと調整して、これで沈むかなと思うとまだふわふわしてる。ふわふわしてる、変だな、おかしいな。一回エア取ってみますね。エア取ってみただけどふわふわしてる。何、よく見たら生まれてたんですね。泳いでたんですね。これはすごいぞ。ピーポーパープルルプルルプルルなかなか出ないの先生。プルルプルルプル20回ぐらいで、はい鈴木です。先生どうしたのって、カブトガニちゃん卵が孵化しました。それはよかったねって。今何時だと思ってる。夜中の3時でした。すみませんとですね、ちょっと大惨事でした。そんなこんなで19匹がまず孵化して、水族館さんが飼育しててもなかなか飼育環境では卵って産まないそうなんです。それが卵も産んで、しかもちゃんと受精卵で孵化もしたっていうことはすごく珍しいということで、当時新聞でもお取り上げいただきまして、で私はそれはですね、絶対散歩させてたのが良かったんだと思ったんですよ。なぜならばカブトガニちゃんが産卵を迎える時期になりますと、浅瀬の干潟の浅瀬にこう上がってくるんですね、つがいで。これは間違いないつがいだと今思うと、きっと潮の満ち干ときっと思って、あの時のカブちゃんたちはそれで卵を産んでくれたんじゃないかなと、すごく思ってます。ものすごく時間がたくさん取ってしまいました。すいません。なんかギョギョッとびっくりな気持ちとともに、もうちょっとそういったことに近いことをしていきたいなという気持ちになりました。本当にありがとうございます。ぜひともチャンネル登録お願いいたします。ギョ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 。さかなクン